ボンジュールパリプロムナードチャンネルへようこそ。今日はジュシュのフリーマーケットに参りましょう。パリ5区で開催されるこのフリーマーケットは毎月第1日曜日にあります。私は以前にもここを訪れています。前回も私をこのフリーマーケットに案内してくれたキコさんと一緒に6月のフリーマーケットに行きました。その様子をご紹介しますね。今日私はメトロで向かいました。メトロのジュシュ駅を出ると、そうこれは桐の木なんです。5月この近くにあるガンモスケの藤の花を紹介した時に、この広場の桐の木にはちょうど花が咲いていて、とても良い香りを漂わせていました。そして今すっかり緑の季節です。早速このスタンドで私はバルボチーヌの器を見つけました。どうも私はこういうものに惹かれますね。スタンドの無主は30ユーロとおっしゃっていました。このスタンドではいろいろと面白いものを見つけました。これは銀のカトラリーレスト、1930年代のものだそうです。これはおそらく気圧計でしょう。ウェジウッドのものなんだそうです。これも素敵でしょう。これ何だと思います？花を飾って壁にかけておけるものなんですって。スタンドの無主はおそらく1900年代くらいのものとおっしゃっています。暖炉の前に置いておくオブジェって言ってんでしょうかね。ナポレオン3世時代のもの。これが似合うお宅、きっと素敵だろうなと想像してしまいます。この中央の模様、ハムに見えてしまうという方もいると思います。暖炉の前に置くというといかにもな感じですものね。でもこれはバグパイプだそうですよ。これもやはり同じくらいの年代に作られたもの。軍隊で使われていた箱なんですって。これはお値段100ユーロとおっしゃっていましたが、箱の中もなかなか素敵だと思いませんか？これは昔のアルバムです。1927年と記してありました。お裁縫箱、中身も一緒に売られているようです。スタンドが倒れないように重しを乗せているようなんですが、これもまた骨董品って感じですね。このお鍋なかなか可愛いと思いません？今
今でもある有名なメーカーのと似ていますけれど、蓋の部分がちょっと変わってるなと思ったんです。お値段は小さく50ユーロと書いてありました。ラビエのお皿、この形やっぱり毎回可愛いなと手に取ってしまいます。これはキコさんが気になったろうそく立て。そして彼女はこれを購入しようかどうか最後まで迷っていました。この方は椅子をお買い上げになったのかな。このガラスのセットもなかなか素敵けど、15ピースはいらないかな。このバルボチーヌの器、真ん中に穴が開いていて水切りの役割をしているらしいんですよね。そしてこの受け皿とセット、なかなか素敵ですよね。置くのもいい感じです。これはガブーシュですよね。新品みたいに綺麗。アメリのお父さんの家の庭にある感じねとキコさん。あの映画思い出しますよね。今日は木漏れ日がとても綺麗です。金の延べ棒、種明かしをしますと栓抜きでした。この先の尖ったアイスクリームスプーン、面白いですよね。6本で20ユーロ。1960年代のものとスタンドの方がおっしゃっていました。アルファベットのオブジェのコーナーに来ると、皆さん思わず自分のイニシャルを探してしまいませんか？あら、さっきのワンちゃんかな？これは鍋敷き。下に敷いてあるクロスとなかなかいいコーディネートになってますよね。このホーローのお鍋もなんとなく気になります。お鍋にするよりも何か違う使い方をしたい気がしますけど、鉢カバーにするにはちょっと背が低いかな。このバスケット、色と形が何とも可愛らしいですよね。スタンドの方20ユーロとおっしゃっていました。お隣で小さな女の子が興味を持っていたこのカゴ、ぶどうを入れてたものかなと思ったんですけど、キコさん曰く、多分あの女の子はイースターの時の卵を入れるのにいいと思ったんじゃないかしらと。なるほど、これはやっぱりママとしての目線ですね。こんな鉄アレイがあったら
筋トレをする気分になるかな。あ、これはうちにもあるとキコさん。ジアンのシリーズで6枚絵柄違いのセットなんですって。キコさんはこのうちの何枚かを持っていて、彼女が持っていないものも出ていたんです。スタンドのマダムにお値段を聞いてみると、2枚で5ユーロというではないですか。ずいぶん破格。これにはちょっと訳がありました。それは後ほどご紹介しますね。今回のマーケットの中で最高に趣味がいいなと私が思ったのがこちらのスタンドです。展示している品物一つ一つも良いのですけれど、取り合わせが何といっても素敵ですよね。しかもこちらのマダムはご自宅の庭にあったくるみとかさくらんぼの枝を持ってきて一緒にコーディネートしてるんです。このコーナーのテーマはグリーンですね。お皿を一枚一枚見てみると、それぞれ模様、色、質感が微妙に異なってるんです。それぞれに個性があってすごく魅力的だと思いませんか？そうそう、私このグラスも以前から気になっていたんです。どうやって使うものなのかマダムに聞いてみたところ、これは飲み物を飲み切ってしまう、もしくは氷を入れた器にグラスを挿しておく、そういう使い方をするものだったんですね。確かに以前どこかでシャンパングラス用の器というのを見たことがあります。そこに氷を入れてこのグラスを挿しておけるということだったんですね。ちなみにこのグラスの年代は20世紀前半だそうです。抜群のセンスの持ち主はこちらのマダムでした。お洋服もグリーンでした。同じ模様のお皿でも一枚一枚作りが違うんですよね。そこがまた面白い。ちなみにこれはリュネビルのお皿でした。キコさんの本日のお買い上げ品。誰かが来てくれるの。誰も来ない。そう、私のもう一人の大事な友人のアコさんもベルをお買い上げになったことがあるので、なんだか通じるものがあるなと思ってしまいました。さて、私が何を購入したかは動画の後半でご紹介しますね。今回もまたとても充実したフリーマーケットで
私たちは何時間もそこにいました。というわけですっかりお腹が空きました。キコさんおすすめのサロンドッテで休みたいと思います。パンテオンがある丘の上の方へ登っていくと、彼女おすすめのお店があります。それがこちら。このお店、手作りのケーキやお菓子がとても人気なんだそうです。私たちが訪れた時、もうお茶の時間になっていたので、みるみるうちにケーキがなくなっていっていました。どれも手作りのいい感じのするケーキですね。どれもこれも美味しそうなんですけれども、私はお腹がペコペコです。というわけで、ここで遅めのランチをいただきたいと思います。私がオーダーしたのはモッツァレラチーズと野菜のサラダ。キコさんは本日のおすすめランチ。なかなかボリュームありますよね。サロンドッテのランチというと、見た目重視のおしゃれプレートを想像しますけれども、こちらのはしっかり食事ができるラインナップと見ました。私は夏になるとこのモッツァレラチーズのサラダを何度も何度もいただきます。オリーブオイルをたっぷりかけて、塩と胡椒、こちらにはバルサミコ酢もあったので、それも少しかけていただきます。きっとこういうことを嫌がる方もいらっしゃるかもしれませんが、私も私の友人たちもできるだけいろいろなお味を試したくて、こんな風にそれぞれのお料理をシェアしていただきます。あら、サラダにはイチゴも入っていますね。このクリーミーなブラータと呼ばれるモッツァレラチーズが私は大好きです。食後のコーヒーと、やはりキコさんおすすめのマドレーヌを一緒にいただきました。それから数日後、キコさんと私はとあるアトリエに来ています。パリで活躍している日本人アーティスト平野貴子さんによる金継ぎのワークショップです。初めて体験する金継ぎに、私は再生させたいアイテムをいくつか持ってきました。これです。このチャンネルの視聴者の方にはもう見覚えのあるものもありましたよね。今回私が参加するのは、いわゆる簡易金継ぎと言われるものです。本来金継ぎというのは漆を使って行いますけれども、それだと一つを仕上げるのに2ヶ月や3ヶ月かかるというふうにも聞きました。漆が乾く時間を見越してだとそうなるんですね。けれども、この今回のワークショップではおよそ1時間半で完成させられるということで、本漆の代わりに樹脂を使うようです。食器として食べ物に触れる時間が長い用途には向かないようですが、
ちょっとした手直しとして金継ぎを使いたいということであれば、この簡易金継ぎの技法が有効です。しかも私は全くの初心者ですから、まずは金継ぎがどのようなものなのか、その全体の流れを知りたいと思って参加することにしました。ところで10種の先ほどのお皿がここにあります。私が買ってすぐに割ってしまったのと思われた方もいらっしゃるでしょう。でもよく見ると絵柄が違っているのがわかりますか？10種のフリーマーケットのスタンドで、私はキコさんと1枚ずつということで2枚の絵皿を買いました。2枚で5ユーロでした。どうしてそんなに安いのか、キコさんが疑問に思ってスタンドのマダムに尋ねると、本当はもう1枚あったんだけれどさっき割れちゃったのとマダム。彼女はきっととても落胆してしまって、もうこのシリーズの皿は誰かが持ってってくれればいいと思っていたのかもしれません。そこに私たちが現れたわけで、2枚とも買わせていただきましたが、私はふと気になってマダムに尋ねました。ところでその割れたお皿はどうするんですか？捨てるわねとマダムが言いました。それはもったいない。せっかくだからそれもいただくことができますかと、私はかなり厚かましいお願いをしました。するとマダムはもう持ってってとあっさり言いました。このお皿に見覚えのある方いらっしゃるかしら？そうなんです。昨年の秋、リールの大規模なフリーマーケットに行った時、あそこで購入したものです。お皿の高台の部分がかなり欠けていたのがずっと気になっていました。その気がかりとも今日でさよならです。高子先生のワークショップはパリ市内の何か所かで行われています。その情報は高子先生のインスタグラムから知ることができますので、概要欄にそのリンクを添えておきますね。ちょうど割れたものがないということで、わざわざ何かを割ったりして参加する必要はありません。手持ちの修復したいものがないときは、高子先生があらかじめ用意しているもので体験することができます。この小さな器も、もうこのチャンネルの視聴者の方にはお分かりかもしれませんね。ブルターニュ通りのブロカントで私が購入したおままごと道具の中に入っていた一つなんです。割れているだけでなく、欠けてしまった部分もこのようにして補修することができます。いよいよ仕上げの工程が近づいてきました。参加者の方たち、
完成品がなかなか素敵なんですよ。もしかしたら割れる前よりも金継ぎをした後の方がずいぶん魅力的になっているんじゃないかしら。私のおままごとカップもこの通り見違えると思いません？私の3つのアイテムにも先生が最後の仕上げをしてくれました。これを家に持ち帰って一晩そっとしておいて、翌朝洗って完成です。改めて金継ぎの成果と購入品を紹介いたします。そうそう、この下に敷いてあるテーブルクロスもとっても可愛いでしょう。これはあこさんからいただいたものです。あこさんがヴィンテージのコレクションから一つ私に譲ってくださったんですね。この季節ならではのテーブルクロスです。このお皿もそうそう、ここの部分もちょっと欠けてたんですよね。でももう気にならなくなりました。そう、手を添えても全く危なくない感じになったのも嬉しいです。樹州のフリーマーケットでは私これを買いました。後で調べてみると、このお皿はサルグミヌで作られたということが分かりました。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのマジョリカというスタイルのシリーズの1枚なんだそうです。この深い緑色の感じがとってもいいなと思ったんですが、いかがでしょうか。ちなみにこれは1枚10ユーロで分けていただきました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらどうぞ高評価、そしてコメントをお寄せくださいませ。またチャンネル登録がまだお済みでない方はどうぞチャンネル登録もよろしくお願いいたします。とてもとても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。